皆さん、こんにちは。本日は、日本の交通ルールと車社会の真相と題しまして、日頃ハンドルを握るドライバーの皆様はもちろん、日本で運転をされる外国の方や、これから免許取得を目指す学生の皆様にも役立つ、日本の道路事情に関する保存版の情報をお届けします。普段何気なく走っている道路ですが、そこには細かなルールや知られざる技術、そして将来に向けた大きな変化が隠されています。これらを再確認することで、より安全で快適なドライブにつながるはずです。それでは、詳しく見ていきましょう。まずは、最も基本的でありながら、実は多くのドライバーが迷いやすい、交差点での優先関係についてです。信号機のない交差点で、どちらの車が先に進むべきか一瞬迷うことはありませんか？日本の道路交通法では明確な優先順位が定められています。最も優先順位が高いのは優先道路です。これは優先道路の標識がある道路、もしくは交差点の中までセンターラインや車両通行帯が突き抜けている道路を指します。この道路を走っている車は、交差する道路の車に対して絶対的な優先権を持ちます。ですので、交差する側の車は、徐行や一時停止をして道を譲らなければなりません。次に優先されるのは、道幅が明らかに広い道路です。これを広時優先、航路優先と呼びます。運転席から見て明らかに相手の道より広いと判断できる場合は、こちらが優先となります。そして最も判断に迷うのが、道幅が同じくらいの交差点です。標識もなく道幅も同じような場合、日本では左方優先、左方優先という原則が適用されます。これは自分の車両から見て左側から来る車が優先されるというルールです。日本は左側通行ですので、左から来る車の方が交差点での動線が短く、運転者からの視認性も高いためといった理由が挙げられますが、とにかく迷ったら左側が優先と覚えておくのが基本です。ただし、実際の運転では、瞬時に道幅を見分けるのが難しいこともあります。その際、最もわかりやすい判断基準となるのが、路面の止まれの表示や一時停止の標識です。自分の走っている道路に止まれがあれば、当然ながら相手が優先です。逆に、相手の道路に停止線や止まれが見えれば、こちらが優先であると判断できます。ここで一つ非常に重要な注意点があります。それは3級事故と呼ばれるものです。これは優先権を持つ直進車が対向車線の右折車にお先にどうぞと道を譲った結果、右折車が感謝して急いで曲がろうとし、直進車の影からすり抜けてきたバイクや自転車と衝突してしまう事故です。譲られた側のドライバーは、ありがとうという気持ちと早く行かなきゃという焦りから、安全確認がおろそかになりがちです。直進車の死角には二輪車が潜んでいる可能性があることを常に意識し、譲られたとしても一呼吸置いて、慎重に安全確認を行うことが重要です。続いては、ドライバーなら誰もが気になる、速度超過と取り締まりについてです。日本の速度違反の取り締まりシステムは非常に高度化しており、その仕組みを正しく理解しておくことは、安全運転の意識を高める上でも大切です。速度違反を自動で検知し撮影する装置、通称オービスをご存知でしょうか。正式には速度違反自動取締装置と呼ばれます。
以前は高速道路や主要幹線道路の上部に固定されたレーダー式やループコイル式が主流でしたが、最近では可搬式式オービスの導入が進んでいます。可搬式式オービスは三脚の上に設置されたコンパクトな装置で、生活道路や通学路など狭い場所でも取り締まりが可能です。従来のレーダー探知機では検知が難しい。レーザー、ライダーを使って速度を計測するタイプも増えています。固定式のオービス、特にループコイル式などは、道路に埋め込まれたセンサーの間を通過する時間で速度を計測します。計測地点はカメラの手前数メートルから数十メートルの範囲で行われることが一般的です。もしオービスを光らせてしまうと、ドライバーの顔やナンバープレートが鮮明に撮影されます。今の技術では、車検ステッカーの文字まで判読できるほどの高画質です。後日、車の所有者のもとに警察から出頭通知書が届きます。ここで重要になるのが、青切符と赤切符の境界線です。一般道では時速30キロ未満。高速道路では時速40キロ未満の超過であれば、青切符、交通反則告知書が交付されます。これは行政処分であり、反則金を納めれば刑事処分は免れます。反則金の額は超過速度によって異なりますが、例えば普通車で時速25キロ以上30キロ未満の超過なら、18,000円程度となります。しかし、一般道で30キロ以上、高速道路で40キロ以上オーバーしてしまうと、赤切符の対象となります。これは単なる反則金では済みません。刑事罰の対象となり、簡易裁判所などで審判を受けることになります。その結果、6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金刑が課されます。つまり、前科がついてしまうのです。さらに、違反点数も6点以上となり、一発で免許停止処分、いわゆる免停になります。少し急いでいたからという理由で失うものはあまりにも大きすぎます。次に、車のメンテナンスについてお話しします。車検は2年に1回、新車は初回3年、必ず受けなければなりませんが、それ以外にも法定12ヶ月点検という義務があるのをご存知でしょうか。車検はその時点で保安基準に適合しているかを確認する検査ですが、法定点検は故障を未然に防ぐための予防整備という意味合いが強いものです。特に重要なのがエンジンオイルの管理です。エンジンオイルは潤滑、冷却、清浄など、エンジンの性能を維持するために不可欠な役割を果たしています。交換を怠るとオイルが劣化してドロドロになり、スラッジと呼ばれる燃えかすや汚れがエンジン内部に蓄積します。最悪の場合、エンジンが焼き付いて動かなくなり、数十万円以上の修理費がかかることもあります。交換時期の目安ですが、メーカー推奨は15,000キロまたは1年とされることが多いですが、これはあくまで標準的な使用環境の場合です。日本の道路事情のように信号が多くて発進、停止を繰り返したり、短距離の走行が多かったりする場合は、車にとって過酷なシビアコンディションに該当します。そのため、プロの整備士の多くは、半年または5,000キロごとの交換を推奨しています。こまめなメンテナンスが愛車の寿命を延ばす秘訣です。さて、視点を道路上の設備に向けてみましょう。見通しの悪い交差点やカーブにあるカーブミラー。これにはドライバーを惑わせる死角の罠があることを理解しておく必要があります。カーブミラーには広い範囲を映すために、凸面鏡が使われています。凸面鏡の特性として
映っている対象物は、実際よりも小さく見えます。小さく見えるということは、人間の目には、まだ遠くにいるように錯覚してしまうのです。ミラーに小さく映っているから、まだ大丈夫だろう、と思って発信したら、相手は意外と近くにいてヒヤッとした、という経験はありませんか？これは鏡の特性による錯覚なのです。さらに、鏡ですから左右が反転して映ります。相手が出しているウインカーの方向を勘違いしたり、自転車が来る方向を見誤ったりする危険性があります。また、どうしても映らない視覚も存在します。カーブミラーはあくまで補助です。ミラーに何も映っていないから安全ではなく、一時停止して、最後は自分の目で直接確認することが鉄則です。意外と見落としがちなルールについても触れておきましょう。特に厳格に運用されているのが駐停車禁止場所です。駐車禁止の標識がなくても、交差点の端や道路の曲がり角から5メートル以内は駐停車禁止です。また、横断歩道や自転車横断帯の前後5メートル以内も同様です。ここに車を止めると横断する歩行者や自転車が他の車から見えなくなり、重大な事故を誘発する原因になります。ちょっとコンビニに寄るだけという軽い気持ちが、取り返しのつかない事態を招くかもしれません。また、横断歩道における歩行者優先も絶対のルールです。信号機のない横断歩道に歩行者がいる場合、車は一時停止して道を譲らなければなりません。これはマナーではなく法律上の義務であり、違反すると横断歩行者等妨害等違反として検挙されます。近年、警察はこの取り締まりを強化しています。日本には地域特有のご当地ルールと呼ばれる、ちょっと変わった、そして危険な運転慣習も存在します。これらは道路交通法違反であることが多いので注意が必要です。例えば、長野県の松本走り。対向車が直進してきているのに、強引に右折をするという大変危険な行為です。城下町で道が狭く、右折車が詰まると渋滞してしまうため、お互い様で右折を優先させてしまったのが始まりと言われています。茨城県の茨城ダッシュも有名です。信号が青に変わった瞬間、対向の直進車よりも先に猛ダッシュで右折するというものです。愛媛県の伊予の様狩りもこれに似た危険な右折です。山梨県の山梨ルールでは、右折優先の意識が強く、対向車がいても強引に右折してくることがあります。愛知県の名古屋走りは、ウインカーを出さずに車線を変更したり、信号の変わり目に強引に進入したりする荒っぽい運転として知られています。岡山県の岡山ルールは、ウインカーを出すのが極端に遅い、あるいは出さない車が多いと言われています。これらの地域を運転する際は、相手が突っ込んでくるかもしれないという予測運転、かもしれない運転を、通常以上に心がける必要があります。最後に、これからの日本の道路環境と技術の進化についてお話しします。政府は現在、自動運転車の社会実装に向けて、法整備やインフラ整備を急ピッチで進めています。モビリティ、ロードマップ2025によれば、2025年度を目途に全国で自動運転移動サービスの実装を目指しています。特に注目されているのが高速道路でのトラックの自動運転です。物流業界の人手不足を解消するため、新東名高速道路の駿河湾沼津サービスエリアから浜松サービスエリアの間などで、深夜時間帯に自動運転車優先レーンを設ける実証実験が進められています。道路に埋め込まれたセンサーや通信設備が
落下物の情報や渋滞情報を自動運転トラックにリアルタイムで伝え、安全な走行を支援する路車協調システムという技術も導入されつつあります。将来的には東北自動車道などへも拡大される予定です。こうした先進的な車が走る道路の足元、アスファルトにも日本の技術が詰まっています。一般的にアスファルト舗装の寿命は約10年と言われています。大型車の通行量や気象条件によって劣化が進むため、定期的な修繕が必要です。最近の主要道路や高速道路では、排水性舗装と呼ばれる高機能な舗装が増えています。これはアスファルトの粒の間にあえて隙間を多く作る技術です。雨水はその隙間を通って排水されるため、路面に水たまりができにくくなります。これにより、タイヤが水に乗って滑るハイドロプレーニング現象を防ぎ、水しぶきも上がりにくくなるため、雨の日の視界が劇的に良くなります。さらに、この隙間がタイヤの音を吸収するため、走行音を低減する効果もあります。日本の道路は見えないところでも日々進化しているのです。いかがでしたでしょうか？普段何気なく利用している道路や車には、安全を守るための多くのルールや工夫、そして技術が込められています。優先道路の正しい理解から最新の自動運転の話題まで、今日の情報が皆さんの安全運転の一助になれば幸いです。どうぞ今日も一日安全運転でお過ごしください。